今日はカスタードプリンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はカスタードプリンを作りたいと思います。はい、ということで今回作るカスタードプリンなんですけれども、丸いケーキ型でビッグサイズのカスタードプリンを作っていきたいと思います。カラメルの作り方や生地の作り方にね、ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにプリン生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。牛乳、生クリーム、卵、お砂糖、バニラオイル、こちらの5つの材料で作っていきます。まず今回カスタードプリンなんですが、生クリームを少し加えてコクのある仕上がりにしていきたいと思います。こちらの生クリームは動物性の乳脂肪分が 35% の生クリームを使用していきます。そして卵ですね。こちらは M サイズの卵を使っていきます。あと香り付けに今回バニラオイルを加えます。このバニラオイルがない場合はバニラエッセンスまたはバニラビーンズペーストなどを使っていただいても OK です。ちょっとね、バニラエッセンスはアルコールなので加熱すると少し香りが飛んでしまいますので、できればね、バニラビーンズペーストかまたはバニラオイルを使っていただくといいかなと思います。続いてカラメルソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。お砂糖、お水、お湯、こちらの3つの材料でカラメルソースを作っていきます。こちらプリン生地も同様なんですけれども、お砂糖はグラニュー糖を使っていただいても大丈夫です。グラニュー糖の方がちょっとスッキリとした味わいになります。そして今回は15センチの丸いケーキ型を使っていきます。こちらはね、底付きタイプのものを使用するようにしてください。もし丸いケーキ型がない場合はパウンド型を使っていただいても OK です。こちらの方はね、このまま使用していきます。それでは早速作っていきます。それではまずはじめにカラメルソースを作っていきます。まずフライパンにお砂糖、そしてここにお水を入れます。お砂糖をめがけてお水を垂らしてください。そしてこの水が全部浸透するまで少し待ちましょう。はい、全体に浸透しました。そしたら火にかけます。そして火加減は中火でこのまま少しきつね色になるまで加熱していきます。加熱している最中は中を絶対触らないようにしてください。ここで混ぜたりしてしまうとお砂糖が結晶化して固まってしまいます。はい、今少しね、この辺から色が変わってきました。そしたらフライパンをこのように回しながら色を均一にしていきます。はい、このぐらい全体的に茶色くなってきたら火加減を弱火にします。そしてこのように少し回しながら加熱します。このぐらいのきつね色になったら火を止めて、そしてお湯を入れます。すぐ蓋をしてください。蓋をしたら少し回しましょう。この時かなり湯気が出てくるので、必ず換気扇を回してカラメルを作るようにしてください。さらにお湯を入れるとかなり弾いてくるので、蓋でカバーをしながらお湯を入れたらすぐ蓋をしてください。やけどにはね、十分に注意して作っていただけたらと思います。このようにふつふつが落ち着いたら蓋を開けます。カラメルソースはこれで完成です。それではこちらの型にカラメルを流し入れます。はい、そして全体に広げましょう。はい、これで OK です。こちらは使うまでこのまま置いておきます。それでは続いて生地を作っていきます。まず耐熱のボウルに牛乳、そして生クリームを加えます。この2つを軽く混ぜます。そしたらですね、一度こちらを電子レンジで軽く温めて人肌程度の温度にしていきます。この時牛乳と生クリームが冷たいと生地自体が冷たくなって焼く時間が長くなってしまいます。なので牛乳と生クリームは人肌程度まで温めてください。ではこちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、加熱しました。この時ね、人肌程度ぐらいになってれば OK です。もしまだ冷たい時は人肌程度ぐらいになるまで加熱してください。そしたらここにお砂糖を加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、お砂糖が溶ければ OK です。続いてここにバニラオイルです。そして混ぜましょう。バニラエッセンスやバニラビーンズペーストを入れる時もこのタイミングで入れていただいて大丈夫です。それではここに卵を割り入れていきます。1つ入れたら混ぜてください。一度に入れちゃうとちょっと馴染みにくいので1つずつね、加えてよく混ぜていきましょう。そしてよく混ざったらまた加えます。混ぜます。はい、そしてまた加えます。混ぜましょう。そして最後また加えます。
混ぜます。この時ね、卵もね必ず常温に戻しておいてください。ここで卵が冷たいとね、せっかく温めても冷たくなってしまいますので注意してください。はい、よく混ざれば OK です。そうしましたら一度こちらのプリン生地をこしたいと思います。一度こしていただくことでとても滑らかで仕上がりも綺麗になります。それでは生地をこします。はい、OK です。このように一度こしていただくと混ざりきらなかった卵白とか、あとはね卵黄膜などを取り除くことができます。そしたらね、表面に少し泡が浮かんでるので、ラップをこのようにしていただいて泡を潰すようにね、こうやって触っていきます。はい、OK です。ラップをねちょっと当てていただくと細かい泡を取り除くことができます。ではカラメルを入れた型に生地を流し入れていきます。流し入れるときはね、こういった注ぎ口がついてるものがおすすめです。では入れます。はい、OK です。そうしましたら今回は湯煎焼きしていくので、こういったバットかまたはね耐熱の容器を用意してください。ここにですねキッチンペーパーを3枚ほど重ねておいて型を置きます。そしたらここにお湯を注ぎます。そこからだいたい 2,3 センチぐらいのお湯を注いでください。もしこういったバットがない場合はこのような耐熱性のココットにお湯を入れて、そしてプリンと一緒に焼いてください。そうすることで同じようにね湯煎焼きすることができます。それではこちらを150度に予熱したオーブンで30分から35分焼いていきます。はい、今150度で30分焼きました。焼きたてはねまだ表面がプルプルした状態になってます。そしたら一度こちらを取り出します。ケーキクーラーの上に置いて、そしてしっかり粗熱を取って冷まします。冷ます時は表面が乾燥しないように上にキッチンペーパーをかぶせておいてください。それではこのまま粗熱を取って冷まします。はい、粗熱が取れてしっかり冷めました。そしたらですね、上にラップをしてこちらを冷蔵庫で半日冷やします。はい、冷やし終わりました。ラップを外します。こんな感じで美味しそうに仕上がってます。それではね、こちら型から取り出したいと思います。まずね、こういった細めのナイフを用意してクククーっと周りを剥がします。差し込んでクーっと回していきます。はい、であと上からお皿をかぶせて裏返します。そして何回かね上下に揺すります。今ね1回でパシャッと音がしましたね。ではいきます。じゃじゃーん。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がってます。はい、これでカスタードプリンの完成です。こんな感じに仕上がりました。こんな感じでとても美味しそうに仕上がってます。では切りたいと思います。酢も入らず、このようにとても滑らかな仕上がりになりました。それでは早速いただきたいと思います。わあ、すごく滑らかですね。ではいただきます。美味しい。とっても滑らかです。そして少し生クリームを加えているのでコクがアップしてます。美味しい。卵感もあってとても美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のカスタードプリンのポイントです。まずカラメルなんですけれども、カラメルは色が変わるまでは中をいじらないように加熱するようにしてください。ここで加熱してしまうとお砂糖が結晶化して固まってしまいます。そして程よいカラメル色になったらお湯を加えるんですけれども、お湯を加えるとかなり弾いてくるので、必ず蓋でカバーしながらやけどしないように作るようにしてください。そしてプリン生地のポイントです。プリン生地はですね、一度生クリームと牛乳を加熱してください。生地が冷たいと焼くのに時間がかかってしまって、その分酢ができやすくなってしまいます。なので人肌程度になるぐらいまで加熱するようにしてください。そして卵もですね、同じように冷たいと生地が冷たくなってしまいますので、卵もね常温のものを使うようにしてください。そして生地はしっかり混ぜた後一度こしてください。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、今回湯煎焼きしました。私はバットの中にキッチンペーパーを敷いて、そしてその上に型を置いて湯煎焼きしました。こういったねバットがない時はオーブンで使えるココットなどにお湯を入れて、そして一緒に焼くようにしてください。そうすることで同じように湯煎焼きすることができます。この湯煎焼きの時間なんですけれども、オーブンの種類によって適正な焼き時間が変わる場合があります。もしまだちょっと焼けてなさそうだなと思う時は追加で 2,3 分ずつ加熱して様子を見てください。出来たてはね結構プルプルしてるんですけれども、しっかり粗熱を取って冷やしていただくことできちんと固まります。なのでプリンはね粗熱を取って冷ました後に冷
冷蔵庫で半日しっかりと冷やすようにしてください。そして型から外す時は薄いナイフで周りをくるっと一周させて、あとはお皿を乗せてくるっと回転させて1振りから2振りしていただくと簡単に取れると思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はカスタードプリンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。